はい、皆さんこんにちは。今回はね、世界的にも銃犯罪の少ない日本っていう国でね、銃による立てこもり事件が発生してしまいました。で、今回はね、銃規制についてお話ししていきたいと思いますが、私の立場としてはね、あえて銃規制反対派としてお話ししていきます。で、おそらくね、銃規制反対派はね、日本だとマイノリティでしょうし、かなり論破されやすい立場だと思うので、そのことを覚悟の上でお話ししていきます。で、まずね、世界の国々の銃規制について見ていきたいと思います。で、銃規制が緩い国としてはね、アメリカがありますよね。で、私の親戚がね、実はずっとアメリカに住んでいるのですが、アメリカではね、ウォルマートとかのね、スーパーやスポーツ用品店やネット通販でもね、普通に拳銃が買えるんですよね。あとはね、アジアで銃規制が緩い国としては、タイとかフィリピンがあります。で、タイはね、徴兵制があるため、国民のね、拳銃所持が法律で認められていますし、フィリピンはね、アメリカのようなガンロビー団体があるのと、国内の銃産業が盛んなので、なかなか規制が進まないのが現状になっております。で、銃規制が厳しい国としてはね、日本やイギリス、ヨーロッパ諸国の他にね、ベトナムや中国、北朝鮮などがあります。で、共産主義国家はね、基本的には国家がね、国民を統治しやすいようにしたいので、国民が自由に武器を所持できる状態を嫌うんですよね。で、中国や北朝鮮なんてその最たる例で、共産主義で独裁政権なので、国民が国家に対して歯向かえる手段を得ることを一番恐れてるはずなんですよね。なので、中国や北朝鮮の銃規制が厳しいっていうのはある意味で納得できますよね。で、イギリスと日本はね、比較的似ており、どちらも銃規制は厳しく、一般人はね、狩猟目的の猟銃のみしか所持できません。で、イギリスはね、治安が良くないので、銃規制はあった方がいいと思いますが、日本はね、世界的に治安がいいので、銃規制を緩和してもいいのではないかとね、私は思うんですよね。要は、治安がいい国では、銃があってもなくても治安っていいんですよね。多くの人は銃規制を緩和すると犯罪が増加するとか治安が悪化するとか短絡的に考えがちですが、犯罪をするのは銃ではなく紛れもなく人間なんですよね。で、銃っていうのは単なる道具なんですよね。ナイフや包丁や車だって単なるもの、単なる道具なんですよね。つまり犯罪が増加するかどうかは完全に民度や国民性、要はその国の人間に依存します。で、現状の日本ではね、犯罪が頻発しているわけではなく治安がいいので、銃、主にね、拳銃というね、危険なものが入手可能になったとしても国民性が変わるわけではないので、犯罪発生率や治安も変わらないと私は思うんですよね。で、じゃあ何が治安を悪化させるのかなのですが、これはね、犯罪をせざるを得ない状況に追い込まれる人が多いかどうかなんですよね。その最たる例が経済状況の悪化などになります。要は、お金がなくて困っている人や食っていけない人が増えれば、銃のあるなしに関わらず治安は悪化するんですよね。なので、銃と治安っていうのはね、直接的な関係はないんですよね。なので、たとえね、拳銃っていう危険なものが持てるようになったとしても、治安は悪化しないと私は思っております。国民性は変わらないのでね。で、これはね、社会実験として一度試してみたいっていう気持ちがあるんですけどね。で、こういうことを言うとね、よく言われるのが、銃を持ちたいなら海外行けよって言われるんですけど、この話の趣旨はね、そういうのじゃなくて、あくまでね、日本にいながら一般人が拳銃を所持できるように法改正をしてもいいかどうかということが趣旨になっております。で、次にね、拳銃がもしもね、日本で所持できるようになったとして、需要はあるのかっていう部分なんですけど、護身用でね、本当に身を守る目的で拳銃を持ちたいっていう立場の人は、日本だとね、多分かなり限られており、例えばね、よくある話なんですけど、暴力団の幹部とかね、あるいは社会的影響力のある偉い人、大企業の社長や政治家などは敵も多いと思うので持ってた方がいいと思うんですよね。あるいは社会的に知名度が高い人や職業柄人の恨みを買いやすい人、弁護士なども持っててもいいと思います。で、あとはね、結構よくあるのが、別れた恋人、元彼から付きまとわれてる人とかね、最近も元彼に付きまとわれて殺されたっていう事件がありましたけど、そういう人もね、持ってた方がいいと思うんですよね。ストーカー事件とかはね、警察って正直役に立ちませんからね、接近禁止命令とか出てても完全には抑制できませんからね。なので、そういう人もね、拳銃や催涙スプレーで自分で身を守るのがいいと思うんですよね。ということでね、今述べたように、日本でも一部の人には拳銃の需要があると思うんですよね。もちろんね、拳銃を持ちたいと思う事情は個々人で異なると思うので、今述べたのはあくまでね、危険になります。で、今の日本でもね、猟銃に限って銃は所持できるんですよね。なので、今回の立てこもり事件も猟銃が用いられてますよね。で、逆に言うとね、この状況でも銃による犯罪は著しく少ないので、銃規制を緩和してもね、治安や犯罪率に変化はないだろうってこともね、言えなくはないのかなと思っています。で、最後にね、アメリカの銃事情で
で私が理解できないことをちょっとお話ししたいのですが、軍用のアサルトライフルとかも所持できるっていうのがね、ちょっと理解できない部分かなと思います。護身用だったら拳銃で十分ですし、アサルトライフルとかで身を守らなきゃいけない状況って内戦してるわけでもないのでめったにないと思うんですよね。多分ガンロビー団体や共和党の反対で規制できないんでしょうけどね。でもアサルトライフルを使う場面ってほぼ戦争か攻撃用に限られると思うんですよね。少なくとも護身用ではないと思うんですよね。なのでアサルトライフルは規制した方がいいと私は思っております。はい、ということでね、私は日本の銃規制を緩和してもいいのかなっていう意見なんですけど、皆さんはどういう意見でしょうか。ぜひともね、コメントでお聞かせいただけると幸いです。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。